ベルベージュのノーラです。本日もオンラインストアにアップされる商品をご紹介いたします。金額、サイズ、状態のお問い合わせの方はベルベージュウェブスターの方によろしくお願いします。これから紹介する商品が12月の1日、もう12月ですね。早いですね。に、夜21時にアップされる商品になります。詳しくは下の概要欄に貼っているのでそちらチェックしてみてください。まずは T シャツからいきますね。こちらチャンピオンの80年代トリコタグの XL 表記です。88ボディの方ですね。グレーボディにラバープリント入っております。でこれに関していいのは背中にもプリントが入っております。いいですね。で特に気になるダメージっていうところも見られないかなと思います。で表記も XL なので、僕が大きめに切れて需要が多いサイズ感かなと思います。こちらの方でお値段が6800円に消費税になります。続いてもチャンピオン T ですね。こちらも80年代トリコタグの XL 表記、こちら5050のボディになっております。でグレーボディにハーバードの染み込みのプリントになっております。でこちらに関しても特に気になるダメージは特に見られないですね。いい状態です。で XL 表記、5050の XL 表記は先ほどのものよりは気持ち小さいですが、僕でも着用自体はできるっていうぐらいのサイズ感かなと思います。こちらの方もお値段が6800円に消費税になります。続いてこちらレギュラーのスウェットですね。ラッセルのスウェットになります。サイズ表記は L 表記になります。でリブにもラインが入っていて前 V ついていて、アシッドグレーとエンジの切り返しになっているパターンです。袖の方もそういう風になっております。でこちらも特に気になるダメージは見られなくいい程度です。薄くこの辺に色移りがしてるっていうところですね。ポツポツと。でサイズ表記も L 表記というところではありますが、結構作り大きめですね。僕でもゆとりを持って着れるサイズ感になっております。こちらの方でお値段が6800円に消費税になります。続いてこちらもスウェットですね。ナイキの90年代のタグがついております。 L 表記です。で、ベースの色はブルーに黒の切り返しになっているパターンですね。フルジップで開きのタイプです。で胸には刺繍も入っております。背中に関してもこういった感じで特に目立った汚れやダメージは見られないです。でサイズも L 表記なので僕は気持ち大きめに着れるかなっていうぐらいのサイズ感です。こちらの方ですね、お値段の方がこちら7800円に消費税になります。続いてこちらもレギュラーのスウェットですね。パーカータイプです。でタグがこちらの方になっております。サイズ表記はラージ表記になっております。年代で言うと80年代頃のものですかね。でエンジボディにラバープリント、ハーバード入っております。ひび割れの雰囲気もかなりいい感じかなと思います。でこれに関してはめちゃめちゃ程度がいいです。かなり厳選して買ってきてますね。気持ちこういった色移りというかそういうのはありますが、全然ボディの状態自体はすごくいいです。でサイズ表記もラージ表記ではありますが、縮みはそこまで出てないです。僕でも着用ができるぐらいのサイズ感になっております。こちらの方でお値段6800円に消費税になります。続いてもレギュラーのスウェットのパーカータイプですね。タグはこちらの方欠損しております。で黒ボディですねに、ラバープリントで2段入っております。これに関しては袖プリントも入っているっていうのがいいですね。こちらの方にも入っております。で状態として多少の色焼け、バックプリントも入っててかなりいいですね。多少の色焼けとかしているところはところどころあったりするんですが、このリブとボディの色味が同じ黒でも違っていてツートンっぽく見えてすごくいいですね。でサイズ表記あるとしたらなんですけど XL の表記かなと思います。僕でも着用自体は全然できるいいサイズ感です。こちらの方でお値段が6800円に消費税になります。続いてこちらもレギュラーのスウェットパーカーですね。タグの方がこちらアーテックスのタグがついております。こちらも80年代頃ですかね。サイズ表記の方だけこの一番下になるんですがちょっと読み取れない状態になってしまっています。でこちらグレーボディにラバープリントすいません、こちら、フロッキープリントですねの3段で入っております。でこちらも袖プリ入りですね。いいと思います。で状態としてはかなり綺麗な状態です。で、こちらサイズ感なんですけれども、M 表記かなと思います。で縮みがあんまり出てないってところですかね。僕だと若干ピタッとなるようなサイズ感にはなってしまいます。こちらの方でお値段が7800円に消費税になります。続いてヴィンテージのスウェットですね。
タグの方がこちらのヘインズスポーツのタグがついております。サイズ表記は S 表記になっております。95% コットンの 5% アクリルというところですね。でグレーボディに前 V で、プリントがラバーで入っております。でこちら程度がめちゃくちゃいいですね。かなり綺麗な状態です。でサイズ感はちょっと、S 表記っていうのもあるので、僕だとちょっと着用自体難しいサイズ感です。本当女性にすごくおすすめかなと思います。お値段の方がこちらで7800円に消費税になります。続いてこちらもヴィンテージスウェットですね。タグの方はこちら欠損しております。でエンジボディに、フロッキープリントで MIT 入っております。いいプリントですね。で多少の焼け感はあったりするんですが、そこまで目立たないです。状態としてはかなりいい状態かなと思います。でサイズ表記あるとするとこちらも S 表記かなと思います。僕だとちょっと着用自体は難しいサイズ感ですね。こちらの方でお値段7800円に消費税になります。続いてリバースイブですね。こちらいい色ですね。タグが90年代、L 表記になっております。で首元若干擦れてるところあったりはします。で目つきのタイプでボディの方もですね、多少の擦れとかちょっとしたシミが薄くあるっていうぐらいです。袖口の方とかもちょっと擦れてはいます。ただ着用は無理っていうのはダメージは特に見られないです。サイズも L 表記なので僕がちょうどよく着れるようなサイズ感になっております。こちらお値段が15,800円に消費税になります。続いてこちらも目つきなんですが、見てください。これもうデッドストックの状態です。タグの方がこちら刺繍タグ90年代のミディアム表記になっております。いわゆるエンジボディですかねに目がついていて、もうデッドストックなのでもう状態としては完璧な状態ですね。ミディアム表記ですが水も通ってないので、現状僕でも全然ゆとりを持って着れるサイズ感になっております。めちゃくちゃいいですね。こちらお値段が25,800円に消費税になります。続いてプリントものですね。タグの方はこちら刺繍タグ、90年代、2000年入る頃ですかね、この表記なので XL 表記になっております。グレーボディにこちらラバープリントで2段入っております。で状態としてもかなり綺麗な状態です。でサイズ XL なので、僕はゆとりを持って着れる需要は多いサイズ感かなと思います。こちらお値段が15,800円に消費税になります。続いてもプリントものですね。タグはこちら90年代刺繍タグの XL 表記です。で、こちらもグレーボディラバープリントで2段入っております。で首元少し擦れてるところがあるっていう感じですね。それ以外は特に気になるところ見られないかなと思います。いい状態ですね。でサイズも XL なのでこちらも僕はゆとりを持って着れるサイズになっております。こちらもお値段15,800円に消費税になります。続いていいプリントですね。あんまり見かけないプリントだ。こちら90年代の L 表記になっております。グレーボディにこちらもラバーで3段入っております。いやこのパンサーはいいですね。すごく状態としてもかなりいい状態です。こちら L 表記で、僕はちょうどよく着れるいいサイズ感になっております。これいいよ。お値段の方が15,800円に消費税になります。続いてこちらカラーものですね。タグはこちらも90年代のミディアム表記になっております。でモスグリーンの色味にラバープリント2段入っております。この色味なので多少の焼けっていうのは少しあります。ところどころ。ただダメージというダメージは見られないですね。いい状態です。サイズがミディアムというところなので僕はちょっと正直着用はピタッとなる感じにはなりますが、やっぱりミディアム表記少ないです。こちらもお値段が15,800円に消費税になります。続いてこちらですが、タグが80年代トリコタグの L 表記です。でケアタグがついてるタイプですね。でブルーですね。ブルーの色味にラバープリント2段入っております。でこちらもちょっとボディの色味がっていうところで少し焼けやすい感じですね。ちょっとした色焼けは出てたり、この袖の方ですね、こういったブリーチ飛びです、ペンキですかねの跡が少しあるっていうぐらいです。でサイズも L 表記なので、僕はちょうどよく着れるいいサイズ感です。こちらの方もお値段15,800円に消費税になります。
続いてベストですね。こちらがカータスのベストになります。タグの方はこちらになってますね。70年代頃のものです。サイズ表記はミディアム表記になっております。でネイビーの色味ですね。でこちらジップがこちらの棒タロン使われております。状態としてかなりいい状態かなと思いますね。生地もまだ張りが残ってるっていう感じです。そのリブだけ気持ち焼けてて、なんかすごい雰囲気出ていいですね。でサイズがミディアムなので、僕はちょっとピタッとなるかなっていうサイズ感です。こちらの方でお値段が7800円に消費税になります。続いてこちらパタゴニアのベストですね。タグの方はこちらです。サイズ表記は L 表記になっております。で黒の、ボディですね。胸にもちゃんとピスが入っております。こちらも状態としてかなりいい状態かなと思います。綺麗ですね、すごく。でサイズも L 表記なのでかなり使いやすいサイズかなと思います。僕でも全然着用はできるいいサイズ感です。こちらの方でお値段の方が、すいません、こちら6800円に消費税になります。続いてこちらもパタゴニアですね。こちらフリースのベストです。タグはこちらで、こちらもサイズ表記は L 表記です。で黒のフリースになっていて、こちらもフルジップになっています。でフリースの状態もすごくまだ気持ちいい状態です。でサイズ表記も L 表記なので、こちらも僕は縮みもそこまで出てないってところですね。着用ができるいいサイズ感です。こちらの方でお値段が6800円に消費税になります。続いてこれめちゃくちゃいいんですよね。タグがこちらです。 LLB のタグがついております。70年代頃ですかね。 TM トレードマークが入っていて、サイズ表記はミディアム表記になっております。でグリーンのプルオーバータイプですねになっていて、こちらもナイロンの状態すごくいいですね。特に気になるダメージとかは見られないかなと思います。でサイズもミディアム表記っていうところではあるので、そうですね、僕も着用自体はできるっていうぐらいのサイズ感になっております。こちらはお値段が7800円に消費税になります。続いてちょっとニット一着ですね。こちらタグはついていない状態なんですが、いわゆるポップコーン編みの、ガウンのタイプですね。でこちらの方に下の方にポケットもしっかりついております。素材がですね、ちょっとウールっていうよりはなんか少しアクリルっぽいような質感になっております。でこちらサイズ感でいうとそうですね、ラージ表記ぐらいあるんですかね。ただこの辺はもう物としてちょっと女性に着ていただきたいなっていうところになっております。ちょっとアームも細い作りになっていて、僕だと着用してちょっとピタッとなるかなと思います。こちらお値段の方が9800円に消費税になります。続いてこちらですね。何回かご紹介させていただいてるんですが、タグがこちらの方になっております。サイズ表記は L 表記になっております。でこちらもついててデッドストックの状態です。でジッパーがこちらのものになっております。で赤黒のシャドウチェックめちゃくちゃいいっすよね。もうかなり着ててかっこいいと思います。で短丈っていう形ももうなんかいいっすよね。サイズ表記も L 表記なので、僕は着用もできるいいサイズ感です。こちらの方でお値段の方が15800円に消費税になります。続いてこちらのボアジャケなんですが、ロングのタイプです。タグの方がこちらになっております。サイズ表記は L 表記になっております。で赤タブもしっかり残っております。デニムの色味もすごくまだ残っているくらいで、ちょうど着やすいタイプかなと思います。程度も全然悪くないですね。ボアの状態もすごいまだまだこれから着ていける状態です。でサイズ表記が L 表記なので、僕は結構ゆとりを持って着れるいいサイズ感になっております。こちらの方でお値段の方が17800円に消費税になります。続いてショールカラーですね。こちら結構年代古いんですよね。タグの方はちょっと切れていてっていう状態にはなります。ただボディの状態がその大きなダメージというのは特に見られないです。ちょっとしたスレとかはあったりするんですけど、あと気になるところで言ったらですけど、ボタンホールがちょっと危なくなっているところが数箇所あるかなっていうところです。で一番下のボタンだけ変わっちゃってますね。でこのポケットのところとかツートになっていてかなりいいかなと思います。でサイズ感で言うとなんですけれど、そうですね36ぐらいのサイズ感ですかね。
僕がサーマルとか T シャツとか1枚でほんとピタッとなるようなサイズ感になっております。着れる方はすごくおすすめです。お値段の方がこちら59,800円に消費税になります。続いてミリタリーの M51 のフィッシュテールパーカーになります。でサイズの方がですねこちらになっております。ミディアム表記、ちょっと薄れちゃってますがミディアム表記が読み取れます。でこちら、ライナーもつくタイプですね。で状態としてですけども、この下部分ですね、ちょっとオイル染みが正直広い範囲に入っております。ただボディのダメージっていうダメージは特に見られないです。後ろに関しては全然大丈夫そうですね。でサイズがミディアムっていうところではあるので、この辺やっぱ作り大きいですよね。僕でもかなり余裕を持って着れるいいサイズ感になっております。こちらの方でお値段の方が35,800円に消費税になります。続いてこちら、50年代頃のデニムエプロンの紹介になります。こちらですね、耳とかもしっかりついていていい色味ですね。デニムの色味もかなり濃いです。状態もすごくいいと思います。こちらの方でお値段が7,800円に消費税になります。続いてこちら、ポストマンブーツの紹介になります。タグの方がですねこちらの方についていて、表記の方ですねこちらの方に入っております。8っていう表記になっております。状態として正直使用感自体は多少あります。ただまだまだ履ける状態じゃないかなと思っております。こちらの方でお値段の方が12,800円に消費税になります。続いてチャック・テーラーの紹介です。こちらですね、インソールの方も古いインソールになっております。こちらのインソールですねになっているので、ヒールパッチ自体ちょっと確認は正直難しいんではありますが、三つ星のもので間違いないかなと思います。状態として多少使用感あったりはしますが、こちらに関してめちゃめちゃサイズがいいです。サイズがこちらの方が見やすいですかね、10ハーフの表記になっております。こちらの方でお値段が39,800円に消費税になります。続いてこちらもオールスターなんですが、箱付きのデッドストックの状態になります。でこちら生地が珍しくてなんかレザーですね、スウェードっぽいような感じの質感のものになっております。でもう一足ももちろんこちらの方に箱の中に入っております。デッドストックの状態なのでもうかなり使用自体は見られないです。でサイズもこちらいいサイズですね、9ハーフの表記になっております。インストールとしてはこちらのインストールになっているので、90年代のもので間違いないかなと思います。こちらの方でお値段が25,800円に消費税になります。続いてパンツの紹介です。こちらアメリカ製のゴーバリッツですね。パッチの方がこちらですね、ウエストが32のレングスが30の表記になっております。でパッチには書かれてないんですが、こちら内タグの方ですね、こちらの方にしっかりメイドイン USA の表記も入っております。でこちらに関してはそうですね、色味もすごく良くてサイズもかなりバランスいいと思います。実寸でウエストが30インチのレングスが28インチ、どっちも2インチずつ縮んでますね。僕もすごいいいサイズ感で履けるかなと思う1本です。こちらでお値段が12,800円に消費税になります。続いてこちらもアメリカ製の501ですね。パッチの方はこちらになっております。ウエストが34インチ、レングスが33インチの表記です。で赤タブもしっかり残っております。でこちらに関してもヒゲが若干入ってきていて、これからいい一本に育ちそうだなっていうところです。で股下もレングスも特に問題ないです。で実寸のサイズの方がウエストが32インチのレングスが31インチになります。こちらも2インチずつ縮んでます。このサイズもバランス良くて、本当ゴールデンサイズですよね。履ける方多いと思います。お値段の方がこちらも12,800円に消費税になります。続いてこれはいいですね、519のデニムです。コインポケットもついてないですね。でジッパーでこちらリーバイジップが使われております。で色味もまだまだ濃い一本です。ちょっとこの辺にダメージちょっとありますけど、オレンジタブもしっかりついていて、これだけ色が濃いのでっていうところですね。実寸のサイズの方がウエストが28インチのレングスが32インチになっております。細身の男性これ履ける方は、言っといた方がいいと思います。本当いいです。こちらお値段の方が9,800円に消費税になります。お安いと思いますね。
続いてこちら501のブラックです。ウエストが36インチ、レングスが30インチの表記です。で赤タブしっかり残っております。でこちらは後染めのタイプですね。で程度としては股下も全く問題なく、レングスもこちら全然オリジナルですね。擦れてはいますが全然まだまだ履ける状態です。で実寸がウエストだけ1インチ縮んでいます。3530っていうサイズですね。履ける方は絶対いらっしゃると思います。ブラックはもうこれから値上がりもしていくと思うので、持っておいても抑えておいていいんじゃないでしょうか。お値段が12,800円に消費税になります。続いても501ブラックですね。こちらは、表記が3432の表記です。で赤タブもこちらもしっかり残っております。でさっきのものに比べると多少の使用感正直あります。多少擦れてたりとかっていうところでありますが、着用自体は特に問題ないですね。こちらもで実寸のサイズの方がウエストが32インチのレングスが31インチ、多少縮んでるっていうところですね。でもこの3231っていうサイズ感も本当ゴールデンだと思います。こちらお値段が12,800円に消費税になります。続いてこちらのパンツになるんですが、いいパンツですね。リーバイスの葛城のパンツになります。こちらジッパーのもので42タロンが使われております。で後ろですね、こちら白タブもしっかりついていてビッグイのものがついております。で状態としてですけれども、股下も全く問題ないです。綺麗ですね。で特に目立った汚れもそこまで見られなくて、でレングスの方ですね、こちらはちょっとですね断定はできないですけど、おそらく上げられてると思います。ステッチはちょっと微妙に違ってたりとかして、多少ステッチが抜けてるところあったりするんですけど、しっかりチェーンで上げられていて、当たりもしっかり出ています。実寸のサイズの方がですね、ウエストが32インチのレングスが28インチになります。僕は結構短めに履くっていう感じであればすごくいいサイズ感です。この辺ね、その革靴とかと合わせてちょっと短めに一折りとかして、で靴下見せるって感じもかなりおしゃれかなと思います。こちらお値段の方が29,800円に消費税になります。続いてこちら、501ですねの66前期になります。赤タブスモール E ですね。でもちろんシングルステッチです。パッチこそ欠損してはいますが、トップボタン裏この向きですね、6番の刻印が入っております。でこちらに関しては、リペアも多少入っております。股下に関しては特に問題ないです。ポケットの入り口だったりとかがちょっと擦れてたり、少しダメージ入ってはおりますが、あと膝部分ですね、こういったところ綺麗にリペアされてます。あと太もも部分、ここもですねちょっとしたリペア入っております。で左の方もこの辺ですね、ちょっとした細かいリペアが入っていたり、またレングスに関してオリジナルのものになっております。当然耳がついております。いいですね。でこちら裏の方もですね、こういった蜂の巣綺麗に入っていて、かなりいい一本だと思います。で実寸の方がウエストが29インチのレングスも29インチです。さすがに僕は着用自体はちょっと難しいサイズ感ですが、この辺履ける男性すごいいいと思います。女性にもすごくおすすめですね。いい色味です。お値段の方がこちら29,800円に消費税になります。続いてこちら 501WX ですね。WX なのでこちら隠しリベットもついています。でスレーキのリベットカッパーになっております。で裏面ですね、こちら見ていただくとパッチ、かけらだけ残っているんですが、紙パッチの確認ができます。でベルトループがオフセットで、こちら一番上の方ですね、こちらこの向きですかね、足長 R が使われておりますということなので、おそらくギャラ入りの年代で間違いないかなと思います。で程度を見ていきたいんですけれども、まずポケット入り口ですね、ちょっとしたリペアが入っていてダメージもあります。で股下に関してはちょっとステッチが抜けてるぐらいですね。でちょこちょこ細かいリペアが入ってたりはします。ただ元の色がすごく良くて雰囲気がかなり抜群です。でレングスの方もこちらオリジナルのものになっております。
多少擦れてたりはしていますが、あと細かいリペアですね入っていますが、その分お金がかかっているところかなと思います。でこちら赤タブも、ちょっとかすれちゃってはいますが残っております。でアーケードもイエローの面紙が抜けてすごいいい雰囲気ですね。で実寸のサイズの方が、ウエストが33インチのレングスが28インチっていうところです。このサイズ履ける男性多いんじゃないですかね。めちゃくちゃいい一本だと思います。こちらお値段の方が79,800円に消費税になります。続いてジャケットですね。G ジャになります。こちらが70505の、ブランケット付きになりますね。パッチは割れていますがブランケットが付いていて、赤タブがこちらビッグイのものが付いております。で手を通して襟元多少擦れてる感じはあります。でボディの方もですねところどころ擦れていたりとか、いい色に仕上がっておりますね。袖の方とかもこういった感じです。袖口この辺が多少擦れてたりします。あとはこの袖のこの辺ですね、ちょっとしたダメージがあります。まだその分お値段に反映してるかなっていうところです。裏面もこういった感じですね。で実寸のサイズの方がですね38ぐらいかなと思います。僕だとちょっとピタッと本当着用がちょっと厳しいぐらいのサイズ感になります。こちらの方でお値段が22,800円に消費税になります。続いてこちらは、サードですね。いわゆるこのデカパッチの跡が残っております。パッチ自体は欠損はしております。で赤タブしっかり残っていて均等部位確認できますね。でこちらポケット裏が薄くない生地のタイプです。ということはこのボタン裏ですね、こちらがいいですかね、大ボタンという確認ができます。で程度としてこの辺ちょっとした擦れとかあったりはするんですが、あと襟のところですね若干擦れてたりはします。ただこの色味かなりいい色味だと思います。深い色ですね。めちゃくちゃかっこいいです。で実寸のサイズが40っていうところですね。僕がそうですね T シャツとかサーマルとかの上に羽織ってちょっとぴったりいい感じのサイズ感になるっていうところです。こちらの方でお値段の方が、こちら69,800円に消費税になります。続いてめちゃめちゃいい色ですよね。セカンド 507XX になります。でこちらパッチの方は欠損しているんですが、赤タブですね。見ていただきたいのはこちら片面タブがついております。1952年から53年頃の本当わずかな約1年間の期間しか作られていないっていうものですね。でセカンドの片面に関してはこのプリーツの方がイエローステッチが使われているっていうところが、ポイントかなと思います。僕が見てきた中では今まで全部そうでした。でこちらに関して程度は襟元特に問題ないです。でボディの色も結構まだそうですね 75% ぐらいの色残りって言っちゃっていいんじゃないですかね。で袖口の方も特に大きな擦れは出ていなくまだまだ着ていける程度です。でこちら背中に関しても特にダメージなども見られないです。でしかもサイドにハギがついているところですね。それでもう表記が42以上のサイズっていうのは確定です。めちゃくちゃいいと思います。で実寸でそうですね42ぐらいのサイズ感になります。なのでパッチ表記はおそらく44っていうサイズなんじゃないかなと思いますね。僕でも全然いいサイズ感で着れる一着です。お探しだった方はぜひ行ってほしいですね。こちらお値段の方が498,000円に消費税になります。ベルエージの方で買取委託販売の方を行っております。何かご不明な点あればお電話で対応いたしますのでよろしくお願いします。